はようございます。今8時半ぐらいかな。宮島パーキングに来てます。あそこに、広島の厳島神社があるんですけど、鳥居はちょっと肉眼では見えません。瀬戸内海やっぱいいね。なんか今年の6月の四国の納車を思い出すような長旅です。これからまだまだかかるんですけれども、レースなんかどうでもいいかなっていう気になってきたね。あまりにも長くてもう疲れちゃったよ。もう腰が痛いしケツは痛いし、そんなわけで行ってみたいと思います。説明ですね。わかりました。その前に、はい。昔もう15年ぐらい前、そうですね、10年ぐらいですね。10年じゃないだろう、戦った時。一緒に走らせてもらった時は16なんで14年前。高校生ドリフターの昔俺が鈴鹿で対戦したの。もちろん俺の方が勝ってるけどね。負けました。全然ダメでした。そんな思い出のある金岡信也のホルモン3連勝。はい。儲かってる。ぼちぼち皆さんのおかげでなんとかやってます。すごいね。フェイスブックすごいもんね。ということでこれ説明してください。はい。こちらが一応結構山口県のもの、地元のものにこだわっているので、高森牛ですね。はい。このヒレ肉、あとハラミ、サーロイン、カルビを本日高森牛の生のお肉を使ってます。で、このサシが結構入ってるのが山口県の萩にある長州和牛っていう、はい、牛の、一本になります。さっきさ、角なし牛って書いてあった。はい。あれはですね、秋吉台ってなんか山口県あるんですけど、そこの無角和牛っていうのがあってですね、そこも牛ですね。山口県はいろんな牛があるんで、はい、美味しい牛肉いっぱいです。はい。ヒレがこれ。そうですね、ヒレ肉。ヒレからいった方がいいね。はい、そうですね。これちょっと油身厚くないのか。ごめんなさい、失礼します。はい。はい、すみません、ありがとうございます。はい、どうも。です。はい、ありがとうございます。Got something they're hiding. We put our best foot forward until there's no denying. I keep my true heart hidden behind
ああねこれで走るの？あ、そうですよ。はい、どれですか？このバンパーがついてるやつ。あ、そうですよ。はこれ本気の車じゃねえかよ。い。いやいやいや、デチュンしましたから。でチュンってどこでチュンしたの？タービンちっちゃくしました。GT3R です。いや、余裕ですね。ヘッド下ろしたでしょ。爪で引っかかんだよ。ああ、スリーブが。なりますもんね。前もあ爪で引っかかったことがあるんで。ーあるんですよね。なんかズドンと落ちてくれりゃいいんだけど。そうそう。微妙にこう火球かけるとじわっと抜けますもんね。そうなんです。昨日一昨日か。いきなり走ったらどうせ 1.8 ぐらいかかっちゃって、1.6 ぐらいに落としたんだけど、やっぱりバッティングが水上がってきました。水リザーブの。上がってきた。うわで帰ってきてやったら2000回転ぐらいだと出ないんだよ。出ないですね。でも4000、5000回すともうしょうがないから一回バラそうっつっては工具全部持ってい。はこっち来たい。の。それだったらそこでもう諦めて行かないってなるよ。いや、諦めませんよね。俺は諦めない。俺も岡村さんこの間もう諦めてましたけど、ちょっと戦わないかったんですね。もう、いや、マジでマジで。もう予選だけでもあ走りたいかあ。ら。割れますよ。割れます。割れます。ダメだよ。それがあるよ。さ俺が最近つけたのあるじゃん。プラズマ。ああこれより下も上もすげえわ。マジですか。溶接。あれは俺は用意絶対かない。あれはここがもう全部削り出しなんです。ここからここまでは全部削りで中がファンネルになってないですよねフ。ァンネルになってないんで。ですよね。あれは。でもファンネルの方が絶対いいはずだよ。ですよね。その方がポート径長くなるわけだから下が増えるじゃん。これファンネルですもんね。これファンネルノストップ。これあれでしょ。ハイパーチューン。ハイパーチューンだろ。はハイパーチューン俺の全然遅くてそうですか。これが一個上のギア使うと、やっぱりオリジナルで4000ちょっとからしか来ない。3500ぐらいから来てほしかったんですけど、僕は。 0.6は速いよ。早いですよね。お客さんのつけたらやっぱ足が速いですよ。こいつの 0.6 にうちのタコ足でめっちゃ速いの。早いですね。下から上までですね。ゴルフがすごい。そう。そうなんだ。内径を細くするとタービンの立ち上がりが速くなってで上まで回るんだよ。踏ん詰まるっていうことはないんですね。ないなんかそんなイメージがあったんで。そのなんていうの100馬力600馬力となると変わってくるけど、その400馬力本付けでいうタコ足でいう範囲のタービンだとないんだよね。これモノ用？そうです。モノ用？モノ4です。に変えました。モノ用が削りで鎧をそぐ扱いやすい。一応もう俺のこの車乗ったらブレーキってめちゃめちゃいい。扱いやすいですね。モノ4はね6よりピストンの動きがゆっくりなんだ。だからピストンがでかいと。急激にロックしなくてそうなんですよ。昨日変えて初めて走り行ったんですけど、その前は6やったんです。もうピーキーでしょうがなくてこっちにしたんですけど、ゆっくりですね、確かに。扱いやすい。ドリフト通りですね。そうね。だって俺ドリフトなのにグリップ用のパッドでつけててもあ、ドリフトいけるんですか。こうキャッなるんだピュッていかないんだよ。ロックしないから。ものすごく扱いやすい。このマフラーどうですか。このマフラー。あれ、これどっかで見たマフラーだよ。いや、そうですよね。やっぱそうですよね。さっきそう思ったんですよ。高級マフラー。あれ、これなんか関東の方の有名ショップのマフラーじゃん。いいやつです。安いさん。 295履いてんの？これ昨日走ってて、
なんかそれだけ聞いたらシルビア乗るのすげえ大変そうですよね。なんで普通の人が同じこと起きたらもうそれでもってもう終了ですね。売りますってやめますもうっていや全然そのぐらいじゃめげない。普通めげますけどね。先週からずっとトラブル続きやったんですよ、こっちも。今の聞いてもうすっきりしたで昨日壊れた時になんで俺だけこんなに運が悪いんだと思ったら今すっきりしたしかも遠征してきてから移動込みやんです今非常にだから今つくば行ってつくばの近くでヘッドカスケット交換と一緒なえるでしょ。したくないそのぐらいポジティブに生きなきゃダメだよ。のんきにラーメン行こう。そう俺今からメンタルがって言ってまだ終わってないでしょ俺やったらいかんよ終わってから行くかな俺やったらスープはやっぱ案外ちょっと何茶色いのはこれあれか。こんなさん。美味しい。今3時半です。もうほぼほぼ終わりですね。ヘッドガスケット交換して、今俺の担当のこっち側、インマニ側は全部終わりました。あとは駅マニ側をつけて、ヘッドカバーつけて終わりですね。まあこれスリーブ落ちということなので、うちの作業ミスとかでもないので、もうどうしようもできないので、こればっかりは。明日はどうしても九州の一番男の丸太と走りたいんで、なんとか予選だけでも走れたらなと思って、分解して組み立てました。チューニングショップにとってね、このぐらいのトラブルはね、トラブルのうちに入りません。そんなんでいちいちリタイアなんかしてたら楽しいことも楽しくなくなっちゃうんで、やっぱりこういうトラブルを抱えて九州地元じゃない、うちの工場じゃない工具も8000円か9000円の工具で整備をするっていうのも、これはね、なかなかね、メカニックとしてはね、貴重な体験だと思います。俺もちゃんともうアロンアロアでくっついちゃって、痛みもなく順調に作業終わってます。ということで、いよいよ明日本番です。いや楽しみだな。まだねエンジンがかかってからの話だけどね。ということです。